10時間歩きますからね。シューズめちゃくちゃ大事です。登山シューズ、重いです。硬いです。痛いです。寒いと思ったら大間違いです。暑いです。ここから直接ポンと入れられて、ポンと出せた方がいいと思います。ロープは引っ張らないでくださいっていう風になってます。グラサン。これは UV カットのものを絶対にかけてください。上下セパレートしたものの方がいいかなと思いますけどね。でもね、意外とね、リュックの中でね、がさばるし重いんだよね。高山病って僕は頭痛くなるもんだと思ってるんですけど、実はね、高山病ってなると結構回復しないんですよ。All aboard! マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうかというかですね、ほぼほぼこの動画を見るのはですね、私、初めましての方ではないかなと思うんですけども、普段ですね、バイクのインプレ動画、それからツーリング動画ですね、そういったものを中心に発信しているバイク系の YouTuber でございますけれども、登山がですね、ちょっと楽しくなって、今年3年目を迎えます。そして富士山はですね、2回登りました。これをね、アップしてるのは多分2024年の6月、5月、6月ぐらいじゃないかなと思うんですけれどね、これアップされるのは。今ね、収録してるのは2023年の9月です。っていうのはですね、実はですね、まだ富士山に登ってきたばっかなんですよ。2回目の富士山です。それでですね、1度目の富士山。ほんときつかった。で、2回目の富士山。きついんだけども、そこそこ快適に行ってこれたんです。で、これさえあったらかなり違うよっていうものをね、なんとなく分かってきたんですよ。それでね、これをですね、多分、2024年に登りたいと思ってる方がね、見てると思うんです。だからね、ぜひね、参考にしていただきたいんですよね。それでね、僕もそうなんですけども、素人のバイカーです。バイク欲しいなって思った時に、バイクのインプレ動画とか見るじゃないですか。けどね、本当のプロのモータージャーナリストがやっているバイクインプレがですね、本当にわかりやすいかっていうとね、そうでもないんですよ。やっぱりね、素人とプロはちょっと違うんですね。思ってるとことか感じてるとこっていうのがね。でね、登山もね、僕ね、同じだと思うんですよ。本当に健脚で、本当にすごい方がこれがいいよってインプレしてもね、僕ら素人にはね、当てはまらないこともたくさんあるんです。なのでですね、この富士山登る前に絶対これは必要っていうこの動画ですね、かなり参考になると思うので、富士登山に備えていただきたいなと思います。そしてですね、まず弾丸登山に関してなんですけども、弾丸登山の定義っていうのはですね、夜、夕方なんですけどね、バスの最終便で行って、でそのまま登ってずーっとこう行っちゃって、で夜通し登って、で、頂上でご来光を見てそのまま帰ってくるっていうのが弾丸登山なんですけども、これはね、僕もね、やっぱ絶対にやめた方がいいです。夏でもね、真冬並みの寒さがあるんですよ。日が沈むと。上5度とかしかないらしいんですね。それに寝不足でしょ。かなりきついと思います。行っていけなくはないと思いますけども、かなりきついと思います。それでね、もし自分が体調悪くして動けなくなったりとかした時に非常に迷惑をかけるので、なので、弾丸登山はぜひね、やめていただきたいなと思います。ご来光をもし見たければ山小屋へ一泊した方がいいんじゃないかなと思います。お伝えする登り方はですね、日帰りなんですけども、ご来光動画を見ないですね。朝登って夕方帰ってくるっていうやり方になりますので、僕はそれをお勧めします。日帰りの方は。ではですね、どういった持ち物が必要なのか、どういった持ち物を持てたらよかったのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。まずね、リュックなんですけど、まさちゃんの動画。で、私が使ったのはこちらですね。チャムスさんの普通のですね、リュックなんですけど、割と軽めです。で、こういうのはね、中が結構分かれてるんですよね。中分かれてるからいろんなものを分別して入れられるっていうのがいいところですね。こちらですね。これあった方がいいですね。みんなあると思いますけど、なぜかっていうと、お水をこの中に入れてしまうと、わざわざまたリュックを下ろして中開けてみたいな感じになるじゃないですか。なので、ここから直接ポンと
入れられて、ポンと出せた方がいいと思います。で、水なんですけど、水はですね、2リットルでは足らないですね。なので、例えば、大きいペットボトルで持ってってしまうと、この中入れなきゃいけないから、出し入れがすごく難しいんですよ。めんどくさいんですよ。だから、小さいもので、そうですね。僕は4本、3本は入れた方がいいと思います。3本。なぜかっていうとですね、途中で買えるんですよ。買えるから、500円なんですけどね。買えるので、必ず1個は手をつけないで入れといた方がいいです。で、2つぐらいあって、1つをいつも飲んでて、1個、最後の1個になったらもうとにかく早く買わなきゃっていう感じですね。1個はストック用として取っといた方が安全かなと思います。なので、水は500のペットボトルを横に入れるという感じでやってください。夏はですね、寒いと思ったら大間違いです。暑いです。で、20度下と違うと思ってください。で、その20度違うっていうのは頂上が違うだけです。だから下が35度あれば、35度ぐらいあるじゃないですか。下が35度あれば上は15度ぐらいかなという感じですね。なので、登ってる最中っていうのはめちゃくちゃ暑いです。なので汗もめちゃめちゃかきます。こちら。これバファリンってなってますけども、頭痛薬ですね。ロキソニンとか、そういったものですね。できれば、登る前ですね。飲んじゃった方がいいです。頭痛くなる前に飲んじゃった方がいいです。僕はですね、2回行って2回とも頭痛くなってます。非常に高山病になりやすいんじゃないかなと思ってるんですけども。なので今年ですね、思うところがあって、高山病って僕は頭痛くなるもんだと思ってるんですけど、なる前に飲んだ方がいいんじゃないかなと思って飲んじゃったんですね。実はね、高山病ってなると結構回復しないんですよ。なる前に飲み始めちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけども、それはもう個人の判断に任せます。そして、こちら。絆創膏。これ今年めっちゃ助かりました。足ね、絶対靴ずれとか起こるから、それはちょっとシューズのところでまた話しますけども、絆創膏、これ絶対必要ですね。で、夏なんで、割と薄手のものでも全然問題ないと思いますけども、そういうの着た時にはですね、必ず肌が出てるところがあると思うんで、もうね、めちゃめちゃ暑かったら半袖でもいいと思うんですけども、絶対にこれは必要です。日焼け止め。これはね、後々の10時間ぐらいかかるから、登って帰ってくるのに、絶対にダメージが違います。日焼け止め、絶対必要です。それからもし、入れるスペースがあればこういうテーピング、例えば足首ねじったとか、いう時に、これはかなり力になると思うので、テーピング。そして、靴下なんですけども、これでもギリギリかな。できればハイソックス、それからもうちょっと長いもので、厚手のもの。これは別にユニクロさんとかで買ったものなんですけど、もうちょっと厚手のものの方がいいかなという感じがしますね。そして、軍手。軍手じゃなくてもいいですよ。手袋でもいいんですけど、ゴムがね、これがある。よく見る軍手ですけども、これがあると岩場とか掴めるので、すごくいいです。そして、ロープ張ってあるんですよ。ロープは引っ張ってはダメです。ロープの支柱ぐらいだったら触ってもいいと思いますけどね。全員が引っ張ったら切れてしまったりとか、崩れてしまったりとかするので、ロープは引っ張らないでくださいっていう風になってます。なので、岩場を触ったりとかするときに、これがあると随分違うかなと思います。それからですね、グラサン。これは UV カットのものを絶対にかけてください。目本当にやられます。かなり眩しいです。そして帽子ですね。帽子。これはね、ゴアテックスのものなんですけども、もっと通気性のあるもの。できれば、つばが全体にあるものがいいと思います。それから、もしもの時のための雨具。これはね、ワークマンさんのイナレムだっけな。めっちゃいいですけど、ただね、これいらないかな。こんな、立派なのいらないかな。もうちょっと軽いものでもいいかなと思ったりとかもします。なんで、雨が急変しやすいですけど、雨だけ防げればいいので、雨の日登るって言ったらまた別ですよ。雨の日登るって言ったら別だけど、こういうの必要だけど、基本的に晴れた日に登るから、もうほんとぶっちゃけた話、コンビニとかで買ったポンチョみたいな。ああいうので一瞬雨が防げればいいみたいな感じでも僕は問題ないと思います。こんなにいいのはいらないかもしれない。
ポンチョみたいのでもいいかもしれないですけど、寒い時、これ上に羽織れるので、上下セパレートしたものの方がいいかなと思いますけどね。でもね、意外とね、リュックの中でね、かさばるし重いんだよね。そして、ここからはあったらすごくいいよっていうものなんですけど、なくても大丈夫です。まさちゃんの動画僕は1年目はなかったんですけど、あったらめっちゃ良かったんで、一応おすすめしますね。こちら。スティック。スティックです、スティック。よく登山ね、される方がこう、杖ついてるじゃないですか。あれです、あれ。あれなんですよ。これをこう繋げて使うんですけど、これね、僕ね、最初こんな邪魔くせんも使うかよって思ってたんですよ。結構思うでしょ。初めて富士山登る人とか、登山も割とやったことがないじゃないですか。だから、こんな邪魔くせん使うかよって思ったんですけど、いや、びっくり。使ったら天国。でもそりゃそうだよね。2本足で歩ってんのに、これ使ったら4本足で歩ってるみたいなもんだから、特に下りはね、めちゃめちゃ、なんかもう必要じゃないかなと思うぐらいになってきましたね。これも Amazon とかで3000円ぐらいで買えるんで、僕は2本買ったんですけど、1本でもいいんで、あるといいし、そんなに重たいもんじゃないんで、リュックの端っこにぴょっと入れとけばいいので、あったらすごくいいと思います。そしてタオルですね。これは普通に使うと思います。そしてこっから核心部分に行きますよ。シューズです。実はですね、何年か前に富士山登ろうと思って買ってた靴があって、で、それを1回目、2022年の時に使ったんですよ。そしてね、すごく歩くわけですよ、長い時間。でね、2022年に履いてた靴がこれなんですね。サロモンさんのトレッキングシューズです。で、これは、ゴアテックスで、いくらぐらいしたの？結構高かったんですよね。3万ぐらいしたと思うんですけど、結構ね、柔らかいんですよ。で、それが結構肝です。柔らかい。柔らかいってことは歩きやすいんですね。これはね、屋久島でね、22キロ歩いた時もこれ使ってました。靴に関してのトラブルはほとんどなかったですね。素晴らしいです。ただこのモデルは今売ってないみたいですけど、この後続ものとかはね、売ってると思うんですけども、ガチ登山なのか、ライトトレッキングなのかみたいな、そういう散歩用なのか、ガチ登山なのかっていう風な区分でいくと、多分これは割とお散歩モード的な感じだと思うんですよ。でですよ。今年、この靴を履いたんです。ちょっともうね、メルカリで売っちゃったんで、ないんですけど、現品が。シリオさんの、でもね、シリオさんのホームページとか見ると、ライトトレッキングっていう風にはなってるんですよ。だけど、結構割とソールが硬くて、岩場とか、そういったところも OK だし、トレッキングも OK だし、みたいな感じのシューズなんですけど、いやー、これはね、ガチ登山やる人から見たら、軽い靴なのかもしれないけど、一足 600g。ソール、柔らかめとはなってるけど、ガチガチです。もうとにかくガチガチってことは、中も硬くて、痛いんですよ。何回か履いたんだけど、やっぱり富士山の時間には耐えられなくて、結局、カット板とかを、もうね、いろんなところに貼ってギリギリなんとかなったって感じだったんですけど、ほんと痛くて、硬くて重くて、足も上がらなくなるし、ガチの登山、例えば岩場とか行くんだったらいいかもしれないけど、富士山の感じだったらば、こういう普通の柔らかいものがいいと思います。ハイカットがいい、ハイカットがいいってみんな言うじゃないですか。ハイカットがいいっていうのは、多分、砂が入りやすいんですよ、富士山の場合。なんでハイカットがいいっていうのか、足首を守るためにハイカットがいいっていうのかちょっとわからないですけれども、なので僕はですね、スニーカーをおすすめします。それで、もし、スニーカーを新しく買おうかなと思っているならば、おすすめのシューズがあるんですよ。それがですね、こちらです。このシューズがおすすめっていうわけじゃないんですけど、僕普段から好きで、クッション性も非常にあって、形も僕に合ってるというか、なんで履いてるんですけど、このホカっていうメーカーのものなんですけど、ホカじゃなきゃダメですよっていうわけじゃないんですよ。これ、何のシューズかっていうと、トレイルランシューズなんですよ。トレイルランっていうのは、マラソンではなくて山をこう走る競技なんですけども、まずね、裏側、ここが非常にブロックがちゃんとしています。で、岩場とかも走るので、ソールが意外としっかりしてるんですよ。普通のシューズだと、マラソンシューズとかだと、これ柔らかかったりとかするじゃないですか。
柔らかいといわばちょっと怖いかなと思うんですけど、これは割としっかりしてるんですね。かつ、これが大事。クッション性が非常にあります。これはたまたまね、僕はゴアテックスだから買ったんですけど、ゴアテックスじゃなくても大丈夫です。クッション性があるんですよ。アシックスさんとかでも、水野さんとかでもトレイルランシューズ出してます。多分非常によろしいと思います。なので僕は、クッション性のある、こういうところに穴が開いてない。たまにこっち穴開いてるやつあるでしょ、通気性を考えて。穴の開いてないクッション性のあるシューズをおすすめします。ハイカットじゃなくても全然大丈夫です。その代わり、ハイカットじゃないんで、砂が入りやすいです。なので、これが必要です。まさちゃんの動画こちら。ゲイターと言われるものですね。ちょっとこっちに画像を出しておきます。僕のはね、これはね、イスカっていうメーカーのものなんですけども、メーカーはそんなに気にしなくていいと思います。Amazon とかで3000円ぐらいで売ってるんですけど、これをですね、履くことによって砂が入りません。入らないとか入りづらくなるんで、ハイカットの場合にも必要なんで、ハイカット履いてても履いてきます。これが必要ですね。10時間歩きますからね。シューズめちゃくちゃ大事です。なので、登山シューズ、重いです。硬いです。痛いです。なので、柔らかめのシューズ。しかも、こういうところに通気性の穴が開いてない、割としっかりしたトレイルランシューズを私はお勧めします。実際ね、これでね、谷川岳登ってきたんですけど、これで富士山に行きたかったって思いました。なので、シューズ選びめっちゃ大事なので、あんまりね、ちょっとこう、登山系のものじゃない方がいいんじゃないかなと思います。ということでですね、2024年、富士山、登りたいと思っている方、計画をしている方、かなりいるんじゃないかなと思うんですけれども、今言ったものですね。これ最低限必要です。そして、最後のアドバイスになるんですけども、とにかく、身軽に、重たいものは絶対に持っていかない方がいいです。それからモバイルバッテリーとかもあるんだけど、モバイルバッテリー1個あった方がいいかなと思いますけど、なるべくリュックを軽くしておくこと、非常にね、大切だと思います。そしてね、トレーニングに関してなんですけども、やっぱね、スクワットはやっといた方がいいです。スクワット、それからね、できれば半日ぐらいね、富士山に行く前に2、3回はね、歩った方がいいと思います。長い時間歩くっていうのもね、普段座って仕事してる方なんかだと結構きついかなと思うんで、ちょっと長い時間歩ってみてください。それから、やっぱりスクワットをやっといてください。それだけあればね、いけるんじゃないかなと思います。弾丸登山をやらなければ、皆様が快適に富士山に登ってこれるように、私からもお祈りしております。それでは、まさチャンネル。これにて、失礼します。バイク好きな方、チャンネル登録お願いします。登山のコーナーもあるよ。